おめでとう。この度、あんたのクビが決定した。引退した前社長の代わりにやってきた新社長は、そう言って私に向かい、嫌みたらしく拍手した。俺の娘が近日中に帰国し、この会社に入社することになってるんだ。社長の娘だ。それ相応のポストを用意してやらんことには、さすがに格好がつかないだろう。それも、私の後任には、自身の娘を据えるらしい。初めて会った時から、年寄り呼ばわりしていた新社長であるが、ここまで露骨に私利私欲のために行動を起こし、甘つさえ首を突きつけられるとは思いもしなかった。世の中、引き際ってもんがあるんだ。この会社にとって、俺の娘の方が有益なのは明白だろ？何の疑いもなく、そんなことを口にする新社長に、怒りというよりも、定年のようなものが私の胸を支配する。わかりました。それでは私は、この会社を退職いたします。おう、やっとわかってくれたか。ああ、清掃員でなら、また雇ってやってもいいから、その時は遠慮せず連絡してきなさい。私は静かな口調で告げて、最後まであざけりの言葉を吐いてくる社長を背に、会社から立ち去った。ところが、退職したその翌日。一体どういうことなんだ？お前、何者だ？私のもとに、血相を変えて、連絡をよこしてきた新社長。己の欲に忠実に生きた彼は、思わぬ形で天罰を受ける羽目になったのだった。私の名前は小野悟。アパレルブランドを展開している会社でデザイナーをしている。私は昔から服を作るのが好きで、この業界で長く経験を積み、今まで様々な会社を渡り歩いてきた。現在勤めている会社は、規模こそそこまで大きくない。だが、ここ数年の業績は安定していて、2年ほど前からは本格的に多店舗展開への計画が持ち上がり、新店舗オープンへ向けての準備も着々と進んでいる。そんな中、残念なことに、私をこの会社へと誘ってくれた現社長が、持病の悪化に伴い、社長職を辞任することになった。どうやらこの会社は、同業他社へと譲渡されるようである。俺、社長のおおらかで、のんびりしたとこ、本当に好きだったんですよ。仕方ないとはいえ、本当残念です。社長の辞任を聞かされ、落ち込む部下の肩を、私は軽く叩いた。そうだね。私も、社長の信念と人柄が好きで、この会社に来たから、気持ちはわかるよ。せめて今度来るっていう新社長が、現社長の考え方を継いでくれる人だといいですね。部下のそんな言葉に、私も大きくうなずく。だが世の中、そんなにうまくいかないというのが道理なのか。譲渡先からやってきた新社長は、就任挨拶の場で、早くも私たち社員を不安にさせる言動を取るのだった。今回の譲渡を受けて、こちらの会社の新社長を任せられた高田です。前社長は、丸く柔らかい空気をまとう人だったのだが、この高田社長は真逆で、その貫禄のある体から滲み出すのは、周囲を威圧するような尊大さと傲慢さだ。ちなみに、さすがアパレル業界の人間だけあって、着ているものは洒落ているのであるが、どうにも服の持つ上品な雰囲気を着ている本人が台無しにしている。そんなちぐはぐさも、私をはじめ社員たちには
不安要素として映っていた。しかし、肝心の彼だけは、それを把握していない様子で、じろじろとこちらを攻めつけてくる。言っておくが、前社長がこの会社の譲渡先に困っていたところを、俺がわざわざ引き受けてやったんだぞ。お前らが今、この会社でのんきに働いていられるのも、俺のおかげだ。お前ら全員、俺に感謝しろ。よりにもよって、就任挨拶で、とんでもないことを言ってくる高田社長に、社員たちはたちまち困惑したように顔を見合わせている。だが、そんな社員たちの戸惑いに、高田社長は、ふん、と鼻を鳴らして、小馬鹿にしたように口元をつり上げた。どうやらここの社員たちは、前社長とよく似た性質の人間ばかりが集まっているようだな。どいつもこいつも平和ボケした顔しやがって。いいか？俺が来たからには、給料分、しっかり働いてもらうからな。そして、吐き捨てられたその言葉に、社員たちがあっけに取られている隙に、高田社長はさっさと社長室へ引っ込んでいった。ちょっと何ですかあれ。言うにこと書いて、平和ボケしてるとかなんとか。もう、私、あんな社長の下で働くの不安しかないですよ。散々だった就任挨拶を終えて、デザイナー室の部下たちが口々にそんなことを訴える。どうやら社員の大半があの新社長に対して嫌悪感を抱いた様子で、デザイナー室以外にもフロアで固まり、ひそひそと何事かこぼしている社員たちの姿が見えた。就任初日からこの不穏さ、私は思わずため息をつきそうになる。正直、私も内心は彼らと同じ気持ちではあったが、それでも納期は待ってくれないし、何より前社長の下で進めていた新店舗へ向けての準備も大詰めも迎えている。せめてデザイナー室の最年長である自分は努めて明るくいようと、私は気合を入れて笑顔を浮かべ、ハキハキと口を開いた。さあ、皆さん、仕事をしましょう。新店舗用のデザインが上がった人は、私の方まで提出してくださいね。高卒でこの業界に飛び込んでから、叩き上げでキャリアを積んできた私の声は、年齢の割には張りがあって通る方だと思う。証拠に私の一声をきっかけにして、それまで頼りなさそうな佇まいだった部下たちが、みるみるうちに一発のデザイナー然とした様子へと変化し、テキパキと手元を動かし始めた。私もそうだが、彼らも服作りが好きなのである。その真剣な横顔を束の間見つめ、負けていられないと、私も目の前の仕事へひたむきに取り組むのだった。だが、それから数日後、デザイナー室の視察として、高田社長がフロアに姿を現した。彼はおざなりに周囲を眺めると、やがて変な生き物でも見た、という風に首を止めて、私のことをじろ、と睨みつけてくる。おい、一人だけ年いってる。そこのじいさん。存在なその呼びかけに、けれど当てはまる人間はこの場に一人しかいない。私のことでしょうか。首をかしげて手元の作業を止めた私を高田社長はバカにしたように見合ってきた。そうそう、そこのあんた。つーか、この場にジジイなんて一人しかいないだろうが。なあ、あんた、本当にデザイナーなのか？ここの清掃員とかじゃなくて？完全にこちらを見下しているその物言いに不快感を覚えながらも、私はあくまで冷静に答える。ええ、
小野と申します。前社長に声をかけていただき、デザイナーとして5年ほどこちらで勤めております。だが私のそんな返答に、相手はますます嘲笑を浮かべた。はは、本気か？こんなじいさんがデザイナーとか名乗ってていいのか？おどけたような高田社長の声に、部下たちが不快げに眉根を寄せる。しかし、そんな雰囲気など、みじんも感じ取っていないのか、彼は構わず私へと絡んできた。なあ、自分たちが着る服をデザインしてるのが、こんなじいさんだって知ったら、客も嫌がるってもんだろ。服が線香臭くなるじゃないか。うちのアパレルのターゲット層は、主に30から40代の仕事や財布事情的にも少し余裕が出てきたミドル世代である。確かに私の年齢では、その層にバッチリと合っているとは言い難いかもしれないが、それにしても、仮にも社長がお客様を客と呼び捨てにしていると知られた方が、よほど嫌がられると思うのだが。しかし、さすがにそう言い返すわけにもいかずに、私が黙っていると、高田社長はやがて拍子抜けしたようにして肩をすくめ、つまらなそうにその場を去っていった。何ですかあの言いよう。小野さんに向かってじいさんだなんて、失礼にも程があるわ。デザイナーを名乗っていいのかって？人に文句をつける前に、アパレル会社の社長なのに、微妙にダサい着こなししかできない自分のことをどうにかしろっての。服がかわいそうだろ。周囲にいた部下たちが私より先に怒りをあらわにする。私はそれにまあまあと苦笑した。私たちが気にすべきはお客様のことですよ。日々忙しく過ごされるお客様一人一人にそっと寄り添える服作りを。それがこの会社の信条だった。より消費させる商品ではなく、お客様のクローゼットや記憶にいつまでも残していただけるような商品作りを目指すという前社長のその考えに惹かれて、私はここに入社を決めたのである。高田社長のことは気がかりであるが、私たちデザイナーが不審し、仕事をしていれば、それはお客様にも不思議と伝わるもの。どうにかこれ以上の圧力が生まれませんように、と、私は胸の内で、そう願うのだった。だが、そんな願いも虚しく、高田社長の言動は、日に日にひどくなっていくばかりだった。それもこの頃は、社員たちを、仕事が遅いやら、低能やらと、あからさまに馬鹿にしてくるものだから、そんな彼にうんざりして、自ら会社を去る者もちらほら出てきているらしい。しかしその一方で、社長である高田に媚びを売り、自分だけ取り入って得をしようとする者も現れて、明るく風通しの良かった社内の雰囲気も、このところは悪化の一途をたどっている。幸い、デザイナー室にはまだ退職者は出ていない。高田社長の言動に傷つけられた若手などには、私や他の社員が積極的に声をかけ、時にはかばって、それ以上負担がいかないように気を回しているのも、功を奏しているのだと思う。だがそれでも、私たちがしているのは応急処置に過ぎず、これは誰かが辞めるのも時間の問題かもしれない、と私は危惧していた。そんなある日、私は高田社長直々に社長室へ呼び出された。何の用だろうかと警戒しながら私が入室すると、高田社長はまるで落ちた歯切れでも見るかのような顔をしてこちらを見やり、口を開く。俺には娘がいるんだが、その子は今
海外でファッションの勉強をしてるんだ。親の俺が言うのもなんだが、才能のある子でね。あちらのショーでもデザイナーとして早くも認められているという話で。それは素晴らしいですね。話の矛先がわからないながらも、私はそう相槌を打った。その話が本当なら、そのお嬢さんとやらは、父親のセンスを幸いにも受け継がなかったようである。だが、無難に返した私に、高田社長はにやりと笑って続けた。そうそう。本当に素晴らしい娘なんだ。でな、この話には続きがあるんだが。そう言って、いかにも意味ありげに、一旦言葉を切った彼は、困惑する私の視線を存分に受けて、やがて、楽しくてたまらないといった風に、頬を歪ませる。おめでとう。この度、あんたの首が決定した。パチパチ、と乾いた音が、社長室に響いた。高田社長が、含み笑いながら、私に向けて、拍手をしているのである。は？切り出された話の先端が、こちらを指すためのものであると、遅まきながら気づいた私は、とっさに言葉に詰まってしまう。だが、二の句が告げない私を面白そうに眺めて、高田社長は、じっとりといやらしく笑った。実はな、俺の娘が近日中に帰国し、この会社にデザイナーとして入社することになってるんだ。社長の娘だ。それ相応のポストを用意してやらんことには、さすがに格好がつかないだろ。ま、娘自身も優秀であることには違いないんだが、などと、親バカ丸出しで総合を崩す高田社長。そして彼はまた、その顔を嫌味で彩って口を開く。ってことで、あんたはクビだ。そもそも今のこの時代に、あんたみたいなじいさんの枯れた感性なんか通用しないんだよ。はは、と、さもおかしそうに高田社長が高笑いをした。しかも、この会社のターゲット層はミドル世代だ。誰がどう見てもデザイナーと客層と釣り合わないだろ。何のジョークだよ。肩眉を跳ね上げて、彼は私に蔑みの眼差しを向ける。まあ、あんたも年の割には元気な方だよ。けどな、世の中、引き際ってもんがあるんだ。周りはあんたに遠慮して言わないだけだ。それに将来性を考えても、この会社にとって娘の方が有益なのは明白だろ。社長室の外まで響くような大声で、高田社長はそんなことを言う。確かに感性は年齢とともに変化していくものだ。それに若い人間にはその年齢にしか描けないデザインというものもある。それはその通りなのだが、高田社長はきっとそこまでのことはこれっぽっちも考えてもいないのだろうと私は思った。彼の言動や佇まいから見えるのは、ただ邪魔なベテランを排除し、自身の娘を重用したいという己の欲だけ。けれど、沈黙を続ける私をどう捉えたのか、高田社長はあざけりを存分に含んだ視線で、こちらをじろと睨むと、ため息混じりにこうこぼす。あんた、確か5年前にここに来たって言ってたよな。前社長に誘われたとか。はは、前社長も何考えてたんだかね。よりにもよって、こんな年寄り引っ張ってくるなんて。そう言って、彼は大げさに肩をすくめた。そして今度は、明らかな嘲笑を口元に浮かべる。案外その時には前社長も、すでに猛録してたのかもな。はは、
あり得るな。ジジイを入社させたところで、さらにジジイになってくだけだってのに、それもわからないなんて、猛録してる証拠だろう。高田社長は、前社長もとんだ置き土産をしてくれたもんだよな、と、相変わらずの大声でわめく。なーにが、お客様に寄り添える服作りだよ。服なんて消費してなんぼの世の中だろ。いくら記憶に残ろうが、売れない服を作ったって意味なんかないっての。バカじゃねえのか？しまいには、前社長の大事にしていた信念までもバカにしだす彼に、私は心の底から嫌気がさしてしまった。こちらのことはひとまず置いておいても、それにかこつけて前社長のことまで悪く言う彼に、怒りというよりも定年のようなものが私の胸を支配する。もうこの会社で働くのは潮時なのかもしれない。そう思った私は静かに口を開いた。わかりました。それでは私はこの会社を退職いたします。そう言って頭を下げた私に、高田社長は気色満面でうなずく。おう、そうか。やっと分かってくれたか。じゃあ、後腐れなくってことで。清掃員でなら、また雇ってやってもいいから、その時は遠慮せず、連絡してきなさい。最後まで、あからさまな嫌味を散りばめて、高田社長は、用は済んだとばかりに、さっさと私を社長室から追い出したのだった。小野さん、高田社長、何の話だったんですか？フロアへ戻ると、社長室に呼び出されていた私を心配して、部下たちが寄ってくる。そんな優しい彼らに事実を伝えることは心苦しかったが、このまま隠していても、いつかはわかることだ。私は今月付でこの会社を退職することになりました。後任は高田社長の娘さんだそうです。ファッションを学びに海外留学されている優秀な方らしいので。何ですかそれ？なんでそんなことになってるんですか？そうですよ。娘だかなんだか知らないけど、小野さんを辞めさせてまで雇うような人材なんてそうそういませんよ。てかそれ、高田社長のただの身内びいきなんじゃないですか？私が皆まで言い切る前に、ショックを受けた様子の部下たちが口々にそんな声を上げた。さらに彼らはまっすぐな目をして言い募る。俺、小野さんがここを辞めるんなら一緒に辞めます。私も小野さんを辞めさせるだなんて、あの社長本当にバカなんじゃないですか？そんなバカ社長の下では働けません。我も我もと騒ぎが止まらない部下たちを私は一旦なだめにかかる。ひとまず落ち着いてください。フロアに響いた私の声に彼らも瞬間的に口をつぐんだ。一緒になって怒っていただいて、皆さんのお気持ちはありがたく感じています。ですが、どうかやけを起こさず、自分自身がどうしたいのかよく考えてくださいね。他でもない自分のことですから。静かに柔らかくそう諭すと、彼らはたちまちシュンと肩を落とす。すみません。謝らないでください。あなたたちの気持ちは私もとても嬉しく思っています。さて、とにかく今は自分たちの仕事をしましょう。私は笑顔でそう締めくくることにした。以降、私の言葉を部下たちはおのおのちゃんと考えているようであった。その間にも私は仕事の引き継ぎ作業を進め、日々を忙しく過ごすうちに、
あっという間に時間は経ち、そしてとうとう退職日当日を迎える。視察以降、フロアに近づこうともしていなかった高田社長は、その日、珍しくデザイナー室へと顔を出していた。そしてその横には、見慣れない女性が立っている。ただ、顔が高田社長とよく似ているので、きっとこの女性が九段の素晴らしい娘なのだろう。今日は俺の娘を紹介する。来月からこのデザイナー室への配属となる。娘も日本で早く働きたいからと、急遽帰国をしてくれた。我が娘ながら、その熱意には感服する。みんなも真似するように。もはや聞き慣れた感もあるその壮大な紹介の後、彼の娘が一歩前に出た。どうぞよろしく。つまらない自己紹介より、早速私の仕事ぶりを見ていただいた方が早いかと思って、今日は私のポートフォリオを持参しました。娘は高田社長とそっくりのその顔を自信満々に輝かせて、こちらに自身のポートフォリオを渡してくる。だが、それを見た私たちは、一様に困惑してしまうのだった。なんというか、すべてにおいて、稚拙なのだ。とても海外留学までして勉強したとは思えない出来で、これならまだ、専門学校に通う学生の方が、よほどいいデザインを描く。確か、海外の賞でも認められているというような話だったのに、一体これはどういうことだと、私が首をひねる中、高田社長とその娘だけは、やたら鼻高々な佇まいで、ニコニコと笑い合っている。ほら、お前の才能にみんな黙ってしまったぞ。まあ、パパったら褒めすぎ。でも私も、時々自分の才能が怖くなるのよね。その恐ろしいほどの前向きな会話に、みんなはぎょっとしたようにして目を向いた。なんともまあ、ある意味、怖いものなしの親子だ。きっと、センスも性格も顔も、この娘は父親から正しくそのまま受け継いでしまっているのだろう。返す言葉もないほどにしらけきっているデザイナー室の面々には、全く気づかない様子で、やがて娘は、と、私の方を見合った。あなたが G。いえ、ここで最年長の小野さんね。今日で退職するんですってね。あとは私に任せて、安心して穏やかな老後を過ごしてね。きっと父親からあることないこと聞いているのだろう。けれど私はもう何も言わず、ただ、よろしくお願いしますと頭を下げて、そのまま会社を去ったのであった。だが、ことが動いたのは、その翌日だった。私のスマートフォンに高田社長からしつこく着信があり、仕方なくそれに応じると、開口一番、彼は待ってましたとばかりこちらに怒鳴り散らす。おい、絶対お前が何か言ったんだろう。はい？怒りで支離滅裂なことを口走る高田社長から苦労して聞き出した内容によれば、どうやら今朝方デザイナー室の全員が示し合わせたようにして退職届を出したのだという。それを聞き、私は思わず苦笑してしまった。彼らがよく考えた結果です、といたずら小僧のような顔で笑う姿を容易に想像できたからだ。実はデザイナー室の部下たちは私と仕事がしたいからとあの会社にいた人間が大半だった。そして私から一度は釘を刺されたものの、やはり私がいないのであればこの会社にいる意味もないという考えに至ったらしい。それもそのことを退職理由として
高田社長に述べたようで、それを受けて彼は私にこんな電話をかけてきたというわけである。一体どういうことなんだ？お前、何者だ？そんな、何者も何も。私は特に堂々と名乗れるほどの人間ではない。けれど過去、実はデザイナーとして世界的な賞を受賞したことがある。それからはフリーのデザイナーとして様々な会社と仕事をしてきたのだが、そのこともあって若いデザイナーたちは何かと私を慕ってくれているようだった。ちなみに会社では上がってくるすべてのデザインに目を通し、時にはデザイナーたちに指導もしており、さらには製品化するデザインの最終チェックはすべて私に任されていた。つまり、あの会社で現在扱っている商品のデザインは基本的に私が是としたものだけで構成されているのである。結果、既製品であっても一定のデザインレベルを維持していることもあり、そのクオリティの高さがターゲット層のお客様にも受け、これまでも会社の業績は安定しているのだった。だが、これらのことを説明したところで、高田社長はきっと聞く耳を持たないのだろう。そして、どう答えようもなく、沈黙している私にイラついたのか、案の定、彼はまた電話口で大声を上げる。いいからあいつらを呼び戻せ。お前の言うことなら聞くんだろ？なら、責任持ってお前が説得しろよ。傍若無人とはまさにこのこと。自分から私を辞めさせておいて、高田社長は随分と勝手なことを言い募ってきた。そして、さすがに我慢の限界を超えた私は、その言葉にピシャリと切り返す。私はあなたにクビにされた人間です。それを今さら、ああしろこうしろなどと、虫がいい話ですね。それに、後のことは、あなたの娘さんにお任せしてありますので、どうぞご自分たちで何とかしてください。電話の向こう側では、まだ何事かを怒鳴っている気配がしたが、もう私はそれに構わず、一方的に電話を切ったのだった。その後、あの会社の業績は一気に悪化した。なぜなら、優秀なデザイナーたちが揃って辞めたことで、実質、会社に残ったデザイナーは高田社長の娘一人となり、彼女のデザインしたものをそのまま商品化したものの、どれも出来の方は散々だったからである。また、新しくデザイナーを雇うにも、私を無理やり辞めさせたという噂が業界に広まり、期待のバカ社長として高田社長がやり玉に挙げられたため、応募をかけても誰も集まらない状態らしい。ちなみに、会社がそんな状況なので、大詰めを迎えていた新規出店も、一旦すべて取りやめになり、やがて多店舗展開の計画そのものが完全に頓挫したようだった。そんな中、私のスマートフォンにはまたしても高田社長から着信があった。渋々ながら応答すれば、この間のように怒鳴り散らされはしなかったものの、やはり尊大さは隠しきれない口調で、彼から会社へ戻ってこいと訴えられる。娘も頑張っているが、まだ若く経験も浅い。お前、あんたがいれば娘のサポートができるだろ。給料なら前の2倍は出す。どうせあんたもうちを辞めて暇なんだろ。なあ、戻ってこいよ。こういう状況になってさえ、何が何でも自分を上の立場に置きたいのが見え見えなその言い草に、私は呆れてため息しか漏れてこなかった。だが、このままでは向こうもどんどんしつこくなるのだろうと思い、私はごく冷静に事実を伝える。実は私、この度
新たなアパレルブランドを立ち上げることとなりまして、そちらの会社を辞めたデザイナーたちと一緒に新会社も作りました。ですので、あなたの誘いには乗れません。は？瞬間、電話口で高田社長がすっとんきょうな声を上げた。どうやらこちらのことは初耳だったらしい。それなりに業界では話題になっていたのだが、もしかして高田社長はアパレル業界について今一つ情報に疎いままここまでやってきたのかもしれない。そういえば彼の娘も私の顔を見てもピンときていなかった様子だった。あの年代でファッションを学ぶ人間であれば小野さんのことを知ってて当然なのに、と部下たちは眉を寄せていたのだが、どうやらあの親子は鉄頭鉄尾、自分たちのことだけにしか興味を持っていなかったようである。その視界の狭さ、強量さに今度こそ呆れ果てた私は、それきり電話を切って彼の番号を着信拒否にしたのだった。その後、あの会社は転げ落ちるように負債を抱えて倒産の浮き目にあった。当然ながら高田社長はその責任を取らされ社長を辞任。また彼は譲渡元の会社にも戻ることを許されず、そのまま娘と二人どこへなりとも姿を消してしまったということだった。一方、おかげさまでデザイナーたちと一緒に立ち上げた新ブランドは世間にも好評をいただいている。またこの度、多店舗展開も視野に入れての計画が持ち上がっていた。それも新店舗候補地として上がったのは、くしくも以前あの会社が自社新店舗候補地としていた場所と同じだったのである。実は私は新しく会社を作る前、今は自宅で静養を続けている前社長のもとを訪ねている。そしてこれまでの顛末と元部下たちと新しくブランドを立ち上げるということをかいつまんで話していた。せっかくあなたに声をかけていただいた会社だったのに、こういう結果になってしまい申し訳ありません。深く頭を下げた私に、けれど前社長は穏やかに笑ってくれた。いいんだ、小野くん。会社という場所がなくなろうと、私の信念は君たちがちゃんと引き継いでくれる。それだけで私はとても幸せだよ。温かく背中を押してくれるようなその言葉に、私は心から感謝した。それからは新会社の社員一丸となって新店舗オープンへ向けて多忙な日々を送っている。今朝も早くから仲間たちがバタバタと走り回っていて、けれどその顔からは一様に充実しているのが見て取れた。新しい会社を作ろうと思うと、あの会社を辞めたデザイナー一人一人に連絡を取ったのは私だ。そうして彼らは一も二もなく、また一緒に働きたいと返してくれた。お客様一人一人に寄り添える服作りを。前社長の信念は今も私の、そして仲間たちの胸に息づいている。こうして信じてついてきてくれた彼らにも最大級の感謝を捧げ、私はこの身が動く限り、この業界の一線で働き続けようと、改めて心に誓ったのだった。